探していた昭和は蒲田にあった。発祥の地で味わう元祖羽根付き餃子、都内でここだけに残る屋上観覧車、そして3000本のタイヤが埋め尽くす奇妙な公園。泥臭くて暖かい再開発で消えゆく東京の原風景を今日は歩いてみよう。ってことで、まずは蒲田ってどんな街か1分で整理しておこう。かつてここは流行の発信地だった。松竹撮影所を擁し、モダンボーイモダンガールが割烹した銀幕の街。しかし戦後、その主役は鉄と油に変わった。京浜工業地帯の心臓部として日本を支えた町工場と黒煙、そしてタイヤ公園を生んだゴム産業の歴史。華やかな映画の記憶と泥臭い工場の熱気、この相反する2つの DNA が混じり合い、今の蒲田という愛すべき昭和のカオスを作っている。ということで、蒲田駅に到着。今これ聞こえているのが蒲田行進曲バージョン1とバージョン2がね、共鳴してますね。はい、こちらが蒲田駅の地図になっています。蒲田駅のね、この駅ビルの上にはね、昔からあるね、観覧車があって、駅ビルの上に観覧車があるのがもう唯一今この蒲田だけになっているそうですね。はい、で左側のね、西側の方に行くと餃子屋さんがねあるらしくて、すごく有名なんで、ここもね行ってみようと思います。南の方に下っていくとタイヤの公園がねあるらしくて、この公園もねめちゃくちゃね蒲田らしくて面白いらしいんで、ここをね行ってみようと思います。で東の方に行くと、ここにね昔の松竹のねなんか映画の撮る場所があったらしくて、そこのね跡地に行ったりとか、あとはね蒲田温泉というね有名な温泉があるらしいんでね、その辺りもね回ってみようかなと思います。蒲田駅、思ったよりもめっちゃ発展してる。あ、こんな感じなんだね。もう少しなんかねローカル感ある駅かと思ったら全然違いました。蒲田駅前のビル、思ったよりもめっちゃでかい。結構ターミナル駅ぐらいのレベルがあるのかな。知らなかったわ。すごいね。でこの上に屋上観覧車があるらしいんでね、行ってみようと思います。あったあった、これだ。東急プラザの屋上にあるこの蒲田園、ここにね唯一の駅ビルの上にね観覧車が残っている場所があるんで、ここにね行ってみようと思います。ちょっと待って、本日屋上蒲田園は休業させていただきます。これ本日だよね。ほんと今日。マジか。屋上蒲田園が使えないせいか、この1個下にあるねゲームセンターがね子供でめちゃくちゃ賑わってる。昔ながらの遊園地よりもやっぱこういうね最新のゲームセンターの方に子供は集まるんだね。時代の流れだね。7階の地図を見たら、もしかしたらこの階段から上に上がって様子を見えるかもしれないんで、ちょっとね行ってみようと思います。と思ったら階段が登れないようになってました。今日は悪天候による営業の中止とのことです。残念。気を取り直して商店街の方に来ました。こっちのメインの大きい方がサンライズ蒲田で、こっちの東急プラザ寄りの方がサンロード蒲田。名前が違うんだね。知らなかった。ってことで商店街を歩いてみる。部屋探しの不動産屋さんがあったり、洋服のスーツ屋さんがあったり、カフェがあったり、店舗はちゃんと入ってるね。シャッター街っていう印象は全くないね。賑わってる様子で、このサンライズ商店街、実は起源は戦後の闇市から生まれたらしいですね。当時はバラック小屋がひしめいていて、生きるためのねエネルギーが渦巻いていた場所みたいですね。そして1955年、区画整理が行われて今の形に進化したそうです。復興の太陽、日の出っていうねことをイメージしてサンライズという名前が名付けられたみたいですね。そしてこのアーケードね、上にあるアーケード、これが完成したのが1977年、昭和52年ですね。それ以降、雨の日も雪の日も蒲田の人々の生活を守り続けているらしいです。でもところどころシャッターになっているところもあるんだね。全部が全部お店が入ってるわけじゃないんだ。なるほどね。そして洋服屋さんというか、なんか凝ったお店、洋服屋さんというのかな、手芸屋さんというか、そういうのが多い気がする。これもすごいね、着物かな。そして一歩南側のサンロードの方に行くとシャッターが多いね。
サンライズの方と比べると多分昔からある店舗がこっちの方なんじゃないかな。ね、入ってるお店もさっきなんかハンコ屋さんっぽいお店とかあったし、結構ね、歴史あるお店が軒を連ねてるイメージですね。商店街自体はすごくね、古いね、趣ある感じなんだけれども、活気はあるね。特にこの八百屋さん、使われてる照明がなんか LED の花形使ってなんか新しい感じだし、奥から聞こえる声もね、めちゃくちゃ活気があっていいね。思ったけど、このサンロード蒲田の2階の部分ね、どことなくなんか似てるなって思ったのが中野のブロードウェイの感じね。あれもさ、2階の部分なんかこんな感じだよね。商店街の店舗と店舗の隙間、やっぱこういう場所があるのがね、やっぱ商店街の昔の雰囲気の名残だね。そしてここが蒲田駅の南側だね。さっきの商店街のところね、あそこにあるんだけども、あそこからぐーっとね、手前の方に来て、今、南側の方に来ました。やっぱね、ちょっとね、この場所を違えるだけで、全然なんか、寂れた雰囲気があるね。全然雰囲気違うわ。そしてそのすぐ近くにあるのが、この巨大手芸店、湯沢屋の創業1号店。創作の羊時計、羊が手芸をしているね、この時計がシンボルになってますね。奥さんの買い物に付き合わされたお父さんも多いはず。世界の湯沢屋はこの商店街の小さな軽量屋さんから始まったんですね。そう考えるとむちゃくちゃエモい。駅前の花壇、なんと週に2回ね、ちゃんとお手入れをしているらしいです。しかもね、これ土曜と火曜の曜の字がね、この字で書いてるね、普通の曜日の曜じゃないよね。こういうところもなんかね、おじいちゃんおばあちゃんが運営してるんだなっていうのはめちゃくちゃ感じるね。エモいね、これも。そして駅前にあるルノアールが入っているビル、エントランスがね、むちゃくちゃエモいんでね、ちょっと見てほしいんだけど、この感じすごい昭和感漂うよね。これ平成じゃないよね。めちゃくちゃエモいなって思います。この入り口もいいね。味があるわ。ビルの一角に探偵屋さんの事務所がある。こういう店舗があるのがなんかね、街の雰囲気を作ってるよね。蒲田に来たらここを食べずには帰れない、羽根付き餃子が有名なニーハオに来ました。ここのお店のおすすめはこの羽根付き餃子みたいなので、これを注文しようと思います。そして他にはこの蒸し餃子、そして麻婆豆腐、ドリンクには生ビールの中瓶1本。以上で行こうと思います。まず来たのは麻婆豆腐。見た目からして絶対美味しい。この麻婆豆腐、見た目以上にピリッと辛い。だけども香辛料がねきつくて食べにくいって感じじゃなくて、程よい辛さでむちゃくちゃ美味しいよ。そして来ました。こちらが名物の羽根付き焼き餃子。美味しそう。外側はパリッパリ、中はふわふわ。もうね、絵に描いたような餃子でめちゃくちゃ美味しい。実はこのニーハオという店舗、創業者の八木勇さんは中国残留孤児として戦後の中国で生き抜き、45歳でようやく日本に帰国をした超苦労人。羽根餃子の誕生秘話として、日本語学校の先生にお礼として餃子を振る舞ったのが始まり。中国の焼きまんじゅうをヒントにもっと美味しく見た目も良くしたいと試行錯誤をして、このパリパリの餃子をね発明したらしいです。蒲田にはニーハオ、コンパル、ホアイヨンという三大餃子店があるけども、実は全員が八木さんの親族。蒲田の餃子文化は八木さん一族の絆で作られてるんだね。ってことでごちそうさまでした。線路沿いにあるなんてことないお店、ブルーバブル蒲田。この建構え見ただけでもね、なんかすごい昭和を感じれてエモくなるね。
あ、ここ、富士通の、本社何だろう。本社じゃない。ここ、富士通のビルがあるんだ。やっぱ昔ね、これって工業地帯だったから、メーカーの建物があるんだね。川崎にもね、東芝のビルがあったしね。なるほどな。蒲田駅からタイヤ公園に行く途中、結構ね、人通りも多いんだよね。そしてここにね、ラビドライビングスクールとフィットネスクラブがあるね。ここ教習所あるんだ。ここで勉強した人もたくさんいるんだろうね。あと100メートルでタイヤ公園があるんだけども、ここの団地に住んでる人たちはね、みんな行くんだろうね。タイヤ公園に。はい。ということで、タイヤ公園に着きました。正面奥に見えてるやつが多分ゴジラかなにしても、マジで異様な光景。古いタイヤ3000本をね、使って作られたこの巨大ゴジラやロボットたち。背景には今も稼働する町工場の煙突。廃材になったタイヤがここでは子供たちの肥料に生まれ変わっている。ものづくりの街、大田区ならではのリサイクル精神と遊び心。鉄とゴムの匂いがする公園なんてここぐらいだろうね、本当に。これなんていう遊具なんだろうね。名前わかんないけど、すごいタイヤが使われてるね。すごいね。この公園の名前は、西六号公園ことタイヤ公園。タイヤだけじゃなくて、手前の花壇の花もすごく手入れが行き届いている。このタイヤ公園は、街の人に本当に愛されてるんだね。にしても本当にすごい。後ろに恐竜のタイヤがあるし、こっちの方にはロボットのタイヤがあるね。これを作る大田区民のものづくり精神、本当にすごいね。そして場所が変わって蒲田駅に戻ってきました。駅中にスタバがあるんだね。蒲田駅発展してますね、やっぱり。そしてここが蒲田駅東口。西口と比べるとちょっと寂しいね。やっぱ区役所とか、なんか消費者センタービルとか労働基準監督課みたいなね、なんか公営な建物があるので、ちょっとね、商店街チックな雰囲気じゃないですね。そしてここが蒲田駅東口の、商店街通りって言っていいのかな。ちょっとね、大人な雰囲気のお店があるね。やっぱこれ西口と違うね。ここの感じとかすごいサイバーパンクだね。まるで川崎に来てるみたいだね。いや、こういうところもすごくディープだね。西口にあるような昔からある商店街とはまた違ったディープさがここにはあるね。ここのビルに入ってるテナント、まるで昭和のお店をまんまこの令和に持ってきたみたいだね。そしてこの大田区民ホールとアプリコのね、すぐ近くにあるのがこの松竹橋になってます。昔ここにね、撮影所があった名残をね、ここに残してるんだね。橋って言うけどね、全然ね、橋じゃないですね。はい、川がとかね、下になんか水が流れてるわけじゃないんですけどね。ここに松竹橋があります。JR 蒲田駅から京急蒲田駅に向かう途中にあるのが、この蒲田東口商店街。ぐるっと見ますと、銀座アストってのかな、あれは多分、商店街があるね。行ってみよう。銀座アストじゃなくて、京急アスト蒲田だね。さっきのアーケードとはね、打って変わって結構小規模な感じだね。商店街の雰囲気はというと、お菓子の町岡に古本屋さん、ATM、ワインショップ、で、賃貸のお店に唐揚げ屋さん。中野ブロードウェイのちっちゃい版って感じだね。さっき西口の方で見たような戦後闇市の雰囲気を呈したような感じじゃないね。昭和から平成にかけて作られた商店街っていう感じだね。そして JR 蒲田駅から約800メートル東に行き着いたのがここ、京急蒲田駅。なんでここつなげへんかってん。つなげてくれよ。はい、着きました。ここが京急蒲田駅です。はい、この京急蒲田駅の西口の方はね、パッとした建物はなくて、マンションとか商業ビルマンションで、ここがペデストリアンデッキがあって、マンション直結のね、この商業施設があるね。見た感じで、なんかね、春日井駅っぽいね。駅すぐ出てすぐにペデストリアンデッキがあって、商業施設があってっていう感じで、このなんか、ちょんとしたよね、マンションとかがあるような感じ。ここは東京の春日井駅だね。なるほどな、そんな感じなんだね。
そしてここが京急蒲田駅の東口。なんもないんだね。こうなってんだ。もうマンション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 って感じで、あとなんかね、広大な土地があって何もないね。何か週末ってなんかバザールとかやってんのかな。なんもないわ。こんな場所なんだね。なるほど。タリーズが入ってるね。駅の中にはタリーズが入ってます。そして京急蒲田駅の駅ビルにはドン・キホーテが入ってる。これさ、さっきの JR 蒲田駅の方もあったじゃん。もうこれ一緒にすればよかったじゃんね。ほんと JR 蒲田駅の方と京急蒲田駅。なんで一緒にせんかってんって話やで、ほんまに。実はここ京急蒲田駅できたのは1901年。最初は蒲田駅っていうね名前でした。だけどもその3年後1904年に JR 蒲田駅ができたことをきっかけかなにしてから、こっちの京急の方が名前を変えて京急蒲田駅になったらしいんですね。なぜかね JR の方に名前を取られてしまったね。京急蒲田駅なぜなんだっていうね、かわいそうに。そして京急蒲田駅のすぐ近くにある川、飲み川だけどもローマ字表記で飲み川リバー。これ飲みリバーでしょ。何この行政がうまく表示できてない感じのやつちゃんとやろうよっていうねいや、こういうのも面白いね。面白いね、こういうのも。そして駅の近くにあるこの蒲田東宝依頼通り商会、通称鬼旅通りというらしいです。鬼旅というのが丈夫な旅を意味していたそうでして、ここら辺一帯がね全部ね工場だったらしいですね。今では工場は消え会社もなくなりましたが、通りの名前だけがかつての職人たちの熱気を記憶しています。これもまた大田区のものづくりの歴史ですね。さっき見たタイヤ公園のゴム、そして鬼旅の頑丈なゴム。やっぱね大田区はねゴム産業が強かったんだね。そして今の気温はなんと0度、しかも体感温度はマイナス5度でむちゃくちゃ寒いんでね、ちょっとねこの蒲田で有名な温泉に行ってみようと思います。蒲田温泉への道中、結構ね商店があるんだけどもみんなシャッターになってるね。ここら辺は寂しいね。はい、着きました。ここが蒲田温泉です。はい、じゃあ今ねめっちゃ寒いんですけどね、今からこの温泉に入っていきたいと思います。はい、ということで蒲田温泉入ってきました。めちゃくちゃ気持ちよかったです。でここには名物となっている真っ黒いね温泉があるんだけども、それもねめちゃくちゃ良かったです。でこの黒い温泉はなんかね植物のエキスらしいんだよね。最初でコーヒーかなと思ったけどね違ったみたいでした。でもねそれもねめちゃくちゃ良かったです。すごいね肌がねピリピリしてねなんか健康にいい感じがしました。そして蒲田温泉の横には蒲田食堂もあるんで、温泉終わった後ねここでご飯を食べることもできます。はい、ということでね蒲田温泉入ってきたんですけれども、温泉がねむちゃくちゃ暑かったです。熱い温泉と普通の温泉があったんだけども、普通の温泉の方で温度が 42.9 度でした。ね、熱い方どんだけ熱いんだっていうね、温度計コーレスで分かんなかったんだけどもね、はい、めちゃくちゃ熱い温泉でした。でもね、めちゃくちゃ気持ちよかったです。ということで蒲田を歩いてきた。駅前の商店街、老舗の中華料理屋、そしてタイヤの怪獣。この街はどこまでも泥臭くて人間臭い。東京がどんどん綺麗に洗練されていく中で、蒲田だけは昭和で時を止めたまま変わらない姿でいてくれる。綺麗事じゃない東京が見たいならぜひ蒲田へ。ここには忘れていた体温が残っているから。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。